こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりの絵本を覗き見させてもらい、部屋についてライフスタイルを紹介するコンテンツになっております。今回は元さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしたらじゃあ元さんについて自己紹介をお願いします。はい、現在28歳で、都内の会社に勤務しております会社員です。不動産系の会社で普段は建築の部署にいまして、はい、この部屋もちょっとそういった仕事での知識とかをちょっとずつ吸収しながらなんか作り込んでいった部屋になってます。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで今回紹介していただくこちらのご自宅が、間取りでいうとここはワンルーム、いや 1DK ですね。1DK だった。はいはい。平米数は大体どれくらいですか？26とかだったと思います。はい、ということで、結構お仕事柄職業柄がちょっと出てるようなそうですねお部屋だと思うので、ちょっとそのあたりのこだわり、あとはちょっとアイテム家具とかのこだわりの話をいろいろお伺いできればなと思っております。よろしくお願いします。お願いします。それでは早速リビングから紹介をしていただきたいなと思うので、中に案内していただいてよろしいですか？はい、はい、ちょっとこちらに失礼します。ここの部屋はだいたい何畳ぐらいのお部屋になるんですか？何畳、ベッドルーム側で、6畳ぐらいですね。はい。まずじゃあこのお部屋のこだわったポイントやコンセプトがあればちょっと教えていただきたいんですけど、どんなところにこだわりましたか？こだわり、そうですね。なんか割と家具とかその全体的に建材のなんか素材感がそのまま出てるのが好きで、素材そのままの壁みたいなのを作ってみたいなと思って、ちょっと賃貸でできる範囲で、壁の収納を増やすのも含めてちょっと一通りこうバーッと作ったみたいな感じのお部屋になってます。はい。じゃあもともとこの物件自体は収納が少ないご自宅だったんですか？そうですね。もうここの押し入れがあるんですけど、洋服とか全部ここにしまうしかなくて、ちょっと丈の長い洋服とかだとちょっと足りないかなと思って、あそこに見えるポールにかけられるようなものを作ったっていう感じです。というわけでじゃあちょっと細かいお話聞いていこうかなと思うんですけど、じゃあまずこちらの方にちょっと移動をしていただいて、ここのスペースからちょっとお話聞いていきたいんですけど、まずはこのDIY というかそうですね、多分いろいろご自身でこう作ってらっしゃると思うんですけど、まずここはこうどういったスペースになってるんですか？ここはもうメインで収納、洋服をかけるための場所としてちょっと作りました。もともと壁があったのを 2x4 材を突っ張り棒みたいにして壁を1枚ふかして、でポールハンガーと小物類こうやってかけられるようなスペースにちょっと作ったっていう感じです。はい。これじゃあ電気のスイッチの部分とかもそうですね。どういう感じでつけたんですか？ちょっと外すのはあれなんですけど、もともとここの壁にこの奥側の壁についてて、でそれをプレートごと外して穴を開けて、ちょっとここ1箇所穴を開け間違えちゃったところとかをはい、チケットでちょっと隠したりとかしつつ、はい、こっちにつくように穴を開けて、はい、プレート外して付け替えました。それでじゃあ洋服のハンガーとかもつけて。そうですね。ここのスペースだと照明とかもね、今このハンガーにかけてらっしゃると思うんですけど、この照明はどちらの照明ですか？フロスの照明ですね。黒のものとオレンジのものあるんですけど、オレンジのものの方がちょっと工事の時に引っ掛ける照明っぽくていいなと思って、この空間だったらこっちの方がいいんじゃないかなっていうので選びました。はい。確かにアクセントに結構なってますもんね。はい。あと照明がやっぱメインの照明がこれしかないので、1個足した方が鏡とか含めて全体こっち明るく見えるかなっていうのはちょっと意識してつけました。蓋とかもじゃあフックとかをつけて小物とかをかけられるようにしてるみたいな。はい。ペンライトとかペンライトとかですね。はい。あとカバン類でも意外といいですね。なんかパッと取れるので、確かに服着てどれにしようかな、カバン選んでって一連の
動作がここで完結するんで、はい、確かに楽ですよね。楽ですね、うんうん、はい、あとはこのテレビボードはいについてもちょっとお尋ねしたいんですけど、はい、これはどちらのアイテムなんですか？これはちょっとアイテムがどこのものかわからなくて、いただいたものなんですよ。会社入ってから1年目の時に上司にちょっと引っ越すんですよねって言ったら、あ、テレビボードいらないからあげるよって言ってはい、いただきました。結構大きいテレビボードなんですけど、うんうん、なんかちょっとアンティーク感もあっていいなと思って、はい、ちょっと気に入ってます。ここのスペースは主にどういった感じで収納されてるとかありますか？そうですね、まあ、下の段は結構電気類とか、箱とか空箱とか置いてたりするんですけど、ディスプレイとして使ってることが多くて、なんか本とか、あとは小物、あと友達とよく宅飲みするんですけど、ゲームとか、あとは香水とかですね、はい。じゃあちょっと左奥に結構本がたくさんあると思うんですけど、そうですね、本は普段からよく読まれるんですか？なんかめちゃめちゃ読むってほどではなくて、なんか大学とか大学院の時とかに結構その建築の研究室で本を読む研究室だったので、そこでのちょっと趣味思考が出てるかなっていう気はしてます。本を読む研究室そうですよねなんか建築衣装系って言われるジャンルだったんですけど、はいはい、そのなんて言うんでしょうね、こういう建築家って結構思想家的な側面も結構強いんで、本出されてる方結構多くて、これはもうビギナーっていうか一番初めにみんな通るような、コルビジェの本とかロバート・ベンチューリとかの本とかですね、北山光とか牧文彦、この前ちょっと亡くなられたんですけど、社会人文学系とかの本とかもう一応置いてます、はい、結構学生時代の頃に。そうですね、今はもうあんまり本を読むタイプではないので、どっちかっていうと趣味のものを置いてるんですけど、例えば DIY でいうと本木大輔さんの工夫の連続っていう、なんか DIY をこうやってやるんだよみたいなのがアクソメ付きで書かれているものがあって、一番好きだったのはこの金の表紙になってるポール、単管パイプのポールのはしごが写真見た時にかっこいいってなって、ちょっと自分も DIY するしちょっと買ってみようと思って買ったものですね。結構なんか参考になった部分とか、お部屋でちょっと踏襲したオマージュ的なのとかあったりもするんですか？いや、オマージュっていうほどなんか攻めた表現のものは作ってないのであれなんですけど、なんかポールがどっかに入れたいなと思って、単管パイプとかを使えたらいいけど、この部屋のサイズだとちょっと単管太すぎるんで、確かに、はい、くらいかなと、いつか作れるような、いつか、はいそうですね。あとは窓のウィンドウスケープっていう窓の振る舞い学っていう、世界中のこう窓のアクソメと写真がこうやって貼られてるものですね。この部屋も選ぶときに結構南向きの光の入り方がかなり綺麗だったので、なんかそこをソファーとベッドを一体にして休憩できる窓の空間が作りたいなと思って選んだので、結構これも参考にさせていただきながら、なんかどんな窓の風景作れるかなみたいなのを妄想したりしながらちょっと作ったりしてました。わかりました。はい。あとは、そのお隣の方が香水そうですね、とかがたくさんあると思うんですけど、結構香り系もお好きで集めてらっしゃるんですか？そうですね、まだ全然この量だとビギナーなんですけど、香りは好きで、もともと友達が好きだった影響を受けて買うようになりました。はい。なんか普段は使い分けというか、なんかされてるんですか？そうですね、冬だとウッド系の、タムダオとか、ちょっと甘めのジョーマロンのミモザ&カルダモンみたいな、甘くてちょっと重たさもあってみたいなのが結構好きなんですけど、
夏になると、ちょっと爽やかなイリオ、これ夏限定のやつでこの前買ったばっかりなんですけど、あとはこれですね、ニコライっていう香水のブランドのものを置いたりはしてます。はい、すごい香りにも結構詳しいですね。いやなんか全然詳しいっていうほどではないですけど好きです。はい。一番僕が面白いなと思ってるのはこの Perfume のアーティストの Perfume の出してる Perfume。へえ。ライブのグッズとかじゃなくて通常販売されてるような。いやもうライブのグッズでもう数年前、もういつぐらいですかね、なんかもうかれこれ 5,6 年前とかのライブの時についに出しますみたいなのが一回出てでそれをもう買ってそれ以降は販売されてないんですけど、これはなんかもったいなくて使えないなって思って。確かに使いにくいですね。はい。わかりました。あとその後ろ、はい、これはニュージーンズの。そうですね、はい、ニュージーンズ。これはレコードでは何ですか？なくて、はい、レコードのなんか箱と同じサイズで作られてるボックスになっていて、 K-POP のグッズの充実度たるや本当にもうファンからしたらこの開ける瞬間も楽しいっていう、このわっていう物量で充実感があるっていう感じの。確かにボリュームすごいですね。はい、K-POP のなんか文化だと思うんですけど、トレカとかも入りつつ、ちゃんと CD で曲のグッズとかも入ってて、あとは各曲ごとの曲っていうかアルバムごとのコンセプトブックとか歌詞を書いてるカード、すごいアートワークもすごいそうなんですよ、充実したマジで。はい、もうプロデューサーの右肘には頭が上がるありがとうございますっていうステッカーと、あとはこれですね、フォトカードっていうかポスターみたいなのがあって、はい、切り取り線書かれてるんですけど、もうシールもこのポスターもちょっともったいなすぎて切り取りられないみたいな感じになってます。はい、すごいかっこいいですね、本当にクリエイティブが。そうですね、なんかニュージーンズだけじゃなくて、なんか多分他のグループ男女問わず結構クリエイティブに力を入れてる感じが K-POP の文化として結構好きで、ちょっと叩き売りしすぎじゃないとかって感じることもあるんですけど、ファンからしたら本当に充実してて、今熱量があってすごい追っかけてて楽しいなっていうふうに思ってます。これ大体おいくらぐらいで販売されてるんですか？これで3300円とか。3300円確かに叩き売りですね、これは。そうですね、ちょっと表現が良くないかなと思うんですけどそれくらい充実してるなって思います。わかりました。はい、あとはじゃあそのお隣、はい、この白い袋に入っている、そうですね、この辺りはどんなものを置いてるんですか？これはなんか財布を、新旧のものをこうパッと置いてるってだけなんですけど、その財布がもともと入ってたジルサンダーの袋がちょっと可愛かったので、中には大したことないレーザーのピッキョリとか、あとはコンベックス、メジャーとドライバーが入ってます。超工具みたいな。そうですね、工具セットみたいな感じですよね。なんか工具として置いても可愛いんですけど、部屋に置くんだったらちょうどいい袋あるじゃんと思って置かせてもらってます。入れてますね。はい。じゃあ今使ってらっしゃる財布もジルサンダー？そうですね、ジルサンダーのもので、隣のメガネケース、これもいただいたんですけど、ジルサンダー、これもジルサンダー、はい、メガネでちょっと一緒に置いてたらちょっとジルサンダーゾーンみたいになるかなみたいな感じに、はい、してます。わかりました。ありがとうございます。はい。続いてこちらのスペースは主にどんなものを収納しているスペースになりますか？大きくは植物とディスプレイと香り物みたいな感じになってます。一番上は尾崎フラワーパークっていう近くにあるんですけど、そこで購入した植物とか置いてて、実家から持ってきたものとかもあったりします。自分が作り込んで物を選んでるなっていうのはここかなと思ってて、ちょっとなんか研究室とかラボっぽいなんかものが結構好きで、これとかただの水平器なんですけどそういうのと、あとは鉱物
置いたり、あそこのポールの切れ端がなんかあって置いたらなんか薬莢みたいだなと思っていいなと思ったのと、あとベンザブロックのシール剥がしたらこうなんかいい感じのものになっちゃったやつみたいなものを置いてたりします。あとなんか Perfume のグッズとかですね、はい、こっちの方はこの紙でできたお花を今そうですね、生けていらっしゃるということね。はい、家族が入院した時があって、ちょっと病室に枯れるお花持ってっても縁起悪いなと思ってこれをちょっと買ったことはあります。友達にも写真撮ってもらったことがあるんですけど、内職の花って言われました言い方と思ったんですけど、内職の花表現面白いなと思って、はい、あとはガンダムですね。横浜に行くとついてくるんですけど、入場券のクオリティでこんなにいいものをもらえるんだと思って興奮しましたね。確かにそう考えるとクオリティ高いですね。そうですね、よくちょっと腰がくねってなっちゃうんですけど、はい、あとは石井さんっていう作家さんのフラワーベースになってます。青い鳥をイメージして作られたっていう、そこのグラスとかとテーブル上のマグと一緒ですね。一緒ですね。わかりました。あとは、その下にスピーカーですか？そうですね、無印のスピーカーでBluetooth のものなんですけど、紐引っ張ると接続するっていう、結構ちゃんと音出るので、確かにこの紐で引っ張るのがコード垂れてて可愛いなと思って、中古で結構安かったです。なんか1000円ちょっとはい、壁掛けとの相性もいいですよね。そうですね、もうきっかけなんか結構収まりが良かったんで、いろいろ配置変えながらここに落ち着いた感じになります、あとはその下、この板のこのボードに、これはポスターとかそうですね、カードとかを、ポストカードか、なんかゴッホ展やってた時があって、ちょっとポストカードを勢いで買ってしまったんですけど、なんかディスプレイするのになんかこの板がちょっと僕が家具を作ってってちょっと言われた時に余った板をちょっと譲り受けまして、板余ってるし貼ってみるかと思っていろいろペタペタ貼ってったらいいじゃんってなったものですね。あとはこれも Perfume とライゾマっていう演出をやっている集団のものと、ここは自分で作ったステッカーになりますね。これなんかのイベントで作ったんですか？なんかそのお店の周年みたいな、何周年みたいなタイミングとかで、なんか来てくれた人に配りたいよねみたいなのがあって、ちょっとそれをデザインさせてもらった感じになります。わかりました。あとあれですよね、ちょっと DIY の話でいくと、ここはもう壁一面というか壁を丸ごとこう、今板を張ってらっしゃるみたいな感じですもんね。ちょっと汚いんですけど、このテレビの裏に見えてるのがもともとの壁で、これに対して2x4 材を8本とか突っ張って荷重支えて、で壁賃貸なんで壁に穴開けられないじゃないですか、なんで穴開ける場所と壁収納欲しいなっていうので、一面ちょっと張ったふかした感じになります。これ大体ご予算でいうとどれぐらいかかるもんなんですか？でも、材料費だけでいうと6、7万とかですね。こっちも含めて全部6、7万ぐらいで、友達に手伝ってもらいながらやったんで焼肉おごったりみたいな感じのでしたね。わかりました。あとはちょうどじゃあ今頭上にあるこのペンダントライトについてもちょっとお尋ねしたいんですけど、イサム・ノグチの明かりですね。本当はこれ上も買わなきゃいけないんですけど、別売りになってて、もともとIKEA のペンダントショーのあっちに置いてあるものとかを裸でこう置いてたんですけど、シェードだけあればいいかなと思って、シェードと上が同じ値段するんですよ、明かりって1万1万みたいな感じだったんで、ちょっと節約のためにIKEA のものを給与してます。お部屋の雰囲気ともでもなんか合ってますよね。合ってますね。これやっぱりすごくいいですね。なんか
中身は IKEA なんで調光できるんですけど、おお、調光できるのもなんかいいですね。ムードが全然変わるんで、なんか色味がなんか断熱系の色味も結構いいんですけど、白とかでもちゃんとなんかなんて言うんでしょう、乾いた光っていうより温かみのある光になってて、すごいいいなって思ってます。わかりました。あとはこの、ローテーブルについてもちょっとお尋ねしたいんですけど、これはビームスとニトリのコラボのものですね。割と僕家に人を呼んで宅飲みみたいなのをするのが好きで、ただ部屋が限られてるので変形させてたまたまいただいたものとぴったり高さが一緒なんですけどここにボトルとかグラスとか置いて33みたいな感じで3人3人みたいな感じで計6人ぐらいで囲めるようにはなってます。このスペース気持ちいいですね。なんかぴったりフィットはしたんですけどそこまで計算してたわけじゃないんですけど、はい、なんかラッキーと思います、はい、あとは、このベッドサイドはい、にあるこれはスツールなんですか？そうですね、バウハウスのウルムスツールっていうもので、もともとは図書室なんか学校用に作られたスツール兼椅子みたいなもので、移動教室が多かったんで、こうやって荷物を置いたまま持っていける。で移動した先で教科書を置いてこうやって座れるみたいな、そういうことなんだ。はい、なんですけど、僕はベッドサイドのテーブルとしてこうやって置いてるっていう感じになりますね。すごいちょうどサイズがここにぴったりだったんで、はい、よかったなと思ってます。わかりました。あとはこのお部屋、はい、全体的にこのフロアタイルはいはい、を引いてらっしゃると思うんですけど、これは結構大変だったんじゃないですか？そうですね。でも置くだけのタイプのフロアタイルで全然取ろうと思えば取れるんです。こんなすぐ取れるんですね。はい、置くだけのタイプなので。これはどちらで購入された？これは楽天とかの DIY 系の置くだけフロアタイルみたいな、ちょっと名前まで覚えてないんですけど、全然 DIY フロアタイルみたいなので検索すると出てくるようなものですね。これだいたいこのスペース11 11畳ぐらいなんですけど、はい、床だけで全部で5万とか6万とかかかってるんじゃないですかね。中途半端に1箱4畳分みたいな感じになってるんで結構余ってるのがいっぱいあって、あらあら、はい、ここに置きっぱなしになってます。結構余ってますね。結構余ってますね。どうにか消費したいですね。ちょっと友達に持って帰ってってお願いしてるんですけど、車が必要な、結構それなりの重さになるんで、ちょっと電車で持って帰らせるのはしのびないなみたいな感じになってます。わかりました。ありがとうございます。続いてキッチンの方をちょっと行こうかなと思うんですけど、ちょっとその前にこちらのお部屋のこれも仕切ってらっしゃるカーテンと呼んだらいいんですか？これは。そうですね、ビニールカーテンですね。なんか工場とかでもよく使われるんですけど、本当になんかビニールカーテンとかこういうなんかクリアななんかものを買った方が部屋がちょっと広く見えるかなと思って、ちょっとなんかレースカーテンとかでもよかったんですけど、ちょっと研究所っぽい感じの雰囲気とかもしてみたかったんで、ちょっとレースかこのビニールカーテンを何個かサンプル取り寄せてつけました。レールも含めて全部突っ張り棒形式なんですけど、これも、取り付けてる感じになります。わかりました。じゃあちょっと奥の方へ移動をしていただきたいなと思うんですけど、こっち側はまずここは仕事スペースみたいな感じになってるんですか？そうですね、はい、なんかコロナ禍で在宅が増えてた時期にそういうスペースもあった方がいいよなっていうので、仕事用の場所としてちょっと作りました。IKEA の机とセトゥーチェアパーマミラーのこれ中古ですね。中古だったんで2万円ちょっととかで買いました。ところですね。
でなんかこれは実家から持ってきたんですけど、一番最初の DIY みたいな。あ、これ DIY なんですか？はい、DIY というか塗装しただけなんですけど、もともとはめちゃめちゃ水色だったんですよ。なんか薄い水色の空豆みたいな感じの照明だったんですけど、なんか妹といろいろ話してて、なんか森星さんの YouTube でお部屋紹介みたいなのがあって、緑の照明って可愛いよねみたいな話で盛り上がって、じゃあスプレーするみたいなガーってスプレーして、なんかちょっとエイジング加工みたいなのをあ、そういうのもやったんだ。やってみました。でそれが楽しくて多分今の部屋とかに通じてるんだろうなってちょっと思ってます。はい、お仕事ではこういう感じで普段は造作というかなんか作ったりとかもこうされることは元さんあるんですか？いや、作る側はないですね。どちらかというと発注者としての立ち位置の方が強いので、はい、なんか作ってもらうためにどうやってプロジェクトを動かそうかって考える側です。じゃあ結構見てインスピレーションもらったりとか、はい、あとはなんか言ったら独学じゃないですけど、そういうのも結構大きいんですか？そうですね、はい、なんか雰囲気とかはもう完全に趣味で、やっぱ仕事だと気になるのってコストとかスケジュールとかになってくるので、やっぱこういう衣装的なところはピンタレストでいろいろ見ながらなんか一個ずつ作っていくのが結構楽しいので、趣味としていろいろ勉強してます。はい、わかりました。あとはまたじゃあその奥、こっちはまたキッチンスペース、はい、ここもすごいいろいろ DIY をされてると思うんですけど、そうですね、ちょっとせっかくなんで順番にまた解説いただいてもいいですか？はい、なんかもともとキッチン流しが広いところに住みたいなと思ったんですけど、作業台がやっぱりないと不便だよねっていう風になって、炊飯器となんかケトルとここにこう物を一時的にこう置けるスペースが欲しいっていうので、ここに1個棚を追加したっていう感じになってます。なんかタイルとかもともと他のなんかお店で家具作ってほしいって言われて作った時に余った材料とかがあって、それをちょっとタイルを貼ったり、あとはこれ本当に IKEA の家具とかを下に敷いて持たせてるみたいな雑な作りなんですけど、はい、これ自分で作ったんですけど、自分で言うのもあれなんですけど割と便利でいや結構調理スペースこんなに広くなると、はい、だいぶ使い勝手変わりますよね。もうだいぶ変わります。もう野菜とかこのままバーってこっちに置いて、もう買い物しても全部ここにバーって置けるんで。確かに、はい、普段は今日は綺麗にしてるんですけど、普段ここに物バーってあ、そうなんですね。わかりました。あとは玄関のこの奥の方、ここもなんかちょっとディスプレイというか、そうですね、すごいされてると思うんですけど、呪物っぽいものを集めたいみたいなのがちょっとあって、なんか全部茶色とかで統一しようと思っていろいろ集めたものになります。なんか本当にこれとかはイヨシコーラ全然ただの飲んだ空き瓶なんですけど、あとはこれ無印のお皿になんかもともとベトナムに家族でいたことがあって、その時家になんか家から出てきたなんか骨董品みたいなのを置いてて、お香立てって割と灰が落ちちゃうんでどうしようかなと思ってたんですけど、作っちゃえばいいやと思って、はい、作りました。なんか全体的に怪しい感じの雰囲気するのがいいなと思って置いてます。はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで元さんの記憶的ルーム撮影させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。そしたらじゃあ最後に元さんの方から何かお知らせしたいものだったり告知したいものがあればしていただければなと思います。はい、ちょっと僕の話ではないんですけど、8月の31日にちょっと友人が Perfume のファンイベントを高円寺ハイというライブハウスでちょっと企画しています。で僕はそこのフライヤーであったりとかちょっとクリエイティブ関連でいろいろ手伝わせていただいているので、よかったらもし好きな方いらっしゃったら足を運んでいただければ嬉しいです。はい、なんか情報とかは SNS とかで見れるみたいな感じですか？そうですね。はい、はい、じゃあ気になる方は Perfume の
ファンイベント、ファンイベント、はいはい各種 SNS でぜひちょっとチェックしていただければなと思います。はいはい、というわけで今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲストは元さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。